여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 今日は王のお家ともいえる宮殿、その中で実務を担当していた宮女、つまり궁녀と言いますが、その궁녀たちの仕事を紹介します。名名部にも9段階の官職のレベルがありまして、정と종にも分けられていました。정7품から종9품までが9、정5품から정6품までが3軍です。一般的にはここまでが限界です。しかし、王様に選ばれ、王様の子孫を妊娠することになると、정1품まで上がることもできました。今日は정9품からスタートして、궁녀たちの人生を覗いてみましょう。まずは、궁녀になるためには、およそ7歳から子供たちが集まって見習いの勉強を15年間します。この見習いの期間が終わったら、정9품の궁녀、つまり9になります。この9たちの官職名もありますが、ドラマには扱われないし、覚えるのも大変なので、ここでは仕事内容だけ説明します。ただし、この9たちを一般の人々が呼ぶときには、항아님と呼んだので、それだけ覚えてくださいね。まずは、정9품と정9품は同じ仕事をしていましたが、宮殿内の音楽を担当していたそうです。その後、정8품になると、궁녀のキリス監督の補助と、宮殿内の洋服の素材を管理、そして宮殿のろうそくを担当したそうです。정8품になると、궁녀たちの化粧や部屋を担当したようです。それと、宮殿のお客さんの接待補助と、そして薬剤を担当していましたが、おそらく장금와 궁녀の時、この地位だったと思います。その後、장금は女医になりますが、女医は別の所属になりますので、女医になると궁녀は引退です。궁녀が担当したのはあくまで薬剤の管理でした。정7품は掃除と宮殿で使ういろんなものの配分を担当したそうです。それと洋服の製作、そして宮殿からのお知らせなどを外に伝える仕事を担当したそうです。정7품になると王族と궁녀たちのアクセサリーを担当し、食事のおかずを担当したそうです。そして宮殿のお客さんの接待をメインとして働きました。ここまでが9の仕事でした。9として15年以上経歴になると3軍に上がることができました。つまり、궁녀が3軍になるためには見習いまで合わせて30年以上の経歴が必要でした。3軍になると洋服も緑系列に変わります。そして周りの人たちからママニムと呼ばれることになります。そして3軍からは個人の自宅をもらうことができたそうです。정6품3군は宮殿内の文書と家計簿を担当しました。そして궁녀たちの身だしなみなどを管理監督し、時には罰を与えたりしたそうです。정6품になると王様の着替えを担当することになり、それと궁녀たちの労働に関する全体的な管理監督、責任を担当したようです。3軍が5품になると洋服の色が濃い緑系列に変わります。정5품は宮殿内の飲食と料理の総責任者でした。そして洋服や刺繍の提供を担当しました。そして3軍として最高のレベル、정5품になるとすべての宮女の総責任者になり、王妃の補佐役として活躍しました。この3軍たちは先ほど説明した任務以外にも専門的に担当する分野もありました。
まず三軍たちのトップをゼゾ三軍と言います。そしてゼゾ三軍とほぼ同じ権力のプゼゾ三軍がいました。この2人の宮殿内の発言力はすごくて、男性のチョン・リプンにも負けないぐらいだったそうです。そして王のメッセンジャーとして働いたのがチミル三軍。そのチミル三軍を補佐したのがシジョ三軍です。また、궁녀たちの警察として働いたのがカムチャル三軍。王族の子孫を保育したポモ三軍もいます。少し違う立場ですが、궁녀の間、王様に気に入られると、승은三軍になり、王妃になる準備をします。先ほど説明したように、王様と恋に落ちてしまうと、궁녀として最高の栄光、王妃になります。しかし、王妃になっても結局側室。先ほど言った貴族とは違う扱いなので、そのグループに入ることはできませんでした。ドラマでは間違ったりしますが、궁녀は王位になっても周りからママニムと呼ばれますが、貴族はママと呼ばれ、この境界線をはっきりしました。ちなみに朝鮮ではママニムよりママという呼び方の方がより上の立場の呼び方でした。王妃になるとジョン4품になります。ジョン4품は수건と言います。そして정4품は소원と言います。ドラマジャングムの誓いのジャングムのお友達4世がここまで登りましたね。これ以上上がれなかったのはおそらく王様との子供がみんな女の子だったからだと思います。次、종3품が수경と言います。朝鮮時代の有名な貴族ジャン・ノクスがこの立場になります。実際平民以下出身はここまでが限界と言われます。貴族ジャン・ノクスは王様に可愛がられたにもかかわらず出身が先民だったためここまでが限界でした。ちなみにジャン・ノクスは朝鮮の歴史の中で궁녀出身ではないのに王妃になったとっても珍しい例でした。同じ궁녀でも出身は違ったようです。その中で家紋に問題がなかった궁녀は정 상품 소연になることもあったようです。ここまでが先ほど言った王に気に入られ選ばれた승은三軍で、この後からは간택三軍と言います。ここは王のお母さんや正室が審査などを通して選ぶ王妃たちです。つまり王の権限だけでは정3품 소연が限界でした。こうやって厳しい審査を通して選ばれた王妃はスタートから정2품次になります。そして、정2품はソイ、정1품は議員と言います。厳しい審査に合格した王妃たちも実質、정1품議員までが限界だったようです。そして、この간택三軍の中で自分の息子が王子、聖座になった場合、궁녀としての最高レベル、빈になれました。つまり빈は家紋、能力、運などまるで宝くじに当たる可能性が全部集まった立場でした。同意、すごいですね。しかし、息子が王子になっても궁녀は궁녀、決して正室になることはできなかったです。朝鮮歴史に궁녀から빈になり正室までなったのは장희빈が唯一ですが、結局その最後は悲劇で終わり、장희빈の後からは궁녀は決して正室になれないという法律が決まったため、궁녀は王族になることは決してなかったです。今日はここまでです。今日も聞いてくれて本当にありがとうございます。여러분、고마워요。안녕。